さあ、やってまいりました。ゼロから自転車作ろうプロジェクトパーツ紹介編。黒森をケルビムでちょっとね、作ろうと思ってまして、パーツを集めてるところ。フレームに関しては、部材を集めてもらってるところでして、いろいろね、集まってきましたので、少しずつちょっとね、紹介していこうかなと思います。はい。動画の数を稼ぐために。いろいろね、開発されました。自分の中でどういうバイクを作りたいとか、このバイクにはこれをつけて、このハンドルつけて、このステムつけて、このホイールつけてって全部一個一個今回しっかりと作り込みというか考え込みました。本当注文住宅とかね、これから考えてる人もね、もしも理想の家があるんだったら、ここにどんなテーブルを置いて、充電する可能性があるからコンセントはここにつけてっていう感じで、もうすべての役割を持たせてからやった方が、はい、家を建てた方がいいと思いますけど、自転車も同じですね。このパーツをつけるから、ここにはこれが必要でっていう感じで、もうすべてのイメージをガチャッとやってから自転車作った方がいいなと思っております。ということでね、何の話をしてるかわからないね。ごめんね、相変わらずね。さあ、いろいろね、あるんです。お見せしましょう。正直かなりあります。これをね、完成してから紹介するのもいいんだけども、せっかく一個一個こだわったパーツなので、しっかりと紹介したいなと思って、細々とね、ご紹介していけたらなと思います。好きな人はね、好きだと思うんで、ぜひね、見てみてください。そしたらやはり自転車のパーツの顔といったら皆さんどこを思い浮かべるでしょうか？自転車の顔といったら、そうです。クランクですよね。はい。クランクとチェーンリングですね。今回用意しました。最高のものを用意しました。いろいろ迷った末、自分のやりたいことを実現するためにですね、特にチェーンリング、めちゃくちゃですね、こだわりました。このチェーンリングがあるからこそ、僕のやりたいフレーム像ができると言っても過言ではないです。すいません。ね。前置きを長くしました。いきます。夢のドリームバイク、クランクはこれにします。はい。来ましたね。皆さん、わかるでしょうか？ね。ホワイトインダストリーズっていうですね、通称ホワイトとかね、言われてると思いますけれども、アメリカの CNC 加工が得意なパーツメーカーですね。そんなに大きなメーカーじゃないんですけども、それこそ東京で言うならブルーラグ、愛知のサークルズ、そして広島だとグランピーさんとかはね、取り扱ってると思いますけども、はいはい、健太さん、はいはい、ホワイトねってなる人もいると思いますけども、はい、やっぱ憧れのコンポなので、ちょっとね、チョイスしてみました。どんなクランクか、初めての人はですね、こういうのなんだ、結構いいじゃんって思う人もいると思います。いきますよ。はい、来ましたね。見てください。美しいでしょう？これがホワイトインダストリーズのクランクでございます。かっこいいでしょう？なんかシンプルでさ、何これっていう、そんな輝きだと思います。左右両方ともこんな具合になってますね。シルバーの黒地もあってですね、いろいろあるんですけども、今回は黒にしました。なかなか意外にね、これもね、在庫が安定してなかったりしてですね、ちょっと手に入れるのが難しいんですが、BB もね、当然入ってはいるんですが、はい。こちらですね。これがね、専用の BB になりますね。はい、こういった具合になってます。ロード、グラベルと載ってる、書いてあると思いますけども、ダイレクトクランクになります。はい。もう直でここにズボーンと、チェーンリングをぶち込む。そんなような形になってますね。どうですか？裏はこんな感じでね。かっこいいでしょ？ホワイトはまあ、はいはいはいって思う方もいると思います。はい。CNC 加工って言って、こんな感じの、これが今段ボールですけど、これがね、アルミの塊なんですよ、もともと。金属の塊をですね、こんな状態で出てくるんですよ。で、それを機械にガチャってセットすると、こんなでっかい機械ですよ。ウィーってキュイーン、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 
い最新かとかにもよるかもしれませんけども、削りまくってこれがこうなるわけ。最終的に。すごいよね。すごいよね。当然ちょっとバリとかもあるから、それを最初の機械で全部やるのか、ちょっと移し替えて仕上げるのか、ちょっとわからないですけども、いずれにしろですね、金属加工のすごく美しいこの造形をですね、CNC 加工というね、加工方法でやるというような仕組みでございますね。こことかもさ、見てこれ。見えます？このね、ぐっとここがクイッてこうね、キュッとなってるの見えますかね？
とにかく美しいんですわ。前の動画でもお話ししましたけども、今回僕、シングルスピードとギアードのコンパチフレームを作ろうと思ってるんですよ。ピストにもなるし、ちょっと変えれば12速、電動シフトギアとしても使える、そんなマルチなバイクをですね、今回作ろうと思ってるんですが、それを作るにあたって課題となるのが、いくつかあるんですが、そのうちの一つ、チェーンの厚みですね。チェーンには厚刃、薄刃って言ってですね、2種類あるんですよ、ざっくりと言うと。最近のね、12速とか、11速とか、10速とかね、使ってる人、見たことある人はわかると思うんですけども、12速とかになるとめっちゃ薄いじゃないですか。チェーンのこの板が。これ、厚刃っていうのは、主にトラックフレームとか、競輪とか、ピストンに使われるチェーンで、結構しっかりとした太いんですよ。太いチェーンで、変速をしない代わりに、耐久性が高められてる。とかね、強い力がかかっても、パーンって弾けないように、なってるとかですね。すごく要は強いチェーンになってます。今回は2種類のチェーンを使えるようにしたいんですよね。ピストの時は厚刃のチェーン。薄刃の時は薄刃のということで、2種類のチェーンリングを用意しなきゃいけないんです。そこでですね、こちらの登場でございます。こちらのチェーンリングをオーダーで作りました。トラックレースではもう超有名ですね。もう世界の強豪の選手が使ってるような、そんなタイムトライアルとかトラックレースでとても有名なメーカーがありまして、すべてカーボンで作られてるんですけども、全然摩耗しない、音が静か、美しいなどなど、トラックの業界ではかなり有名なんですけども、そこの方とですね、知り合うことができまして、僕の友人のユウさんがですね、紹介してくださって繋いでいただいて、いろいろね、あったということで、このチェーンリングを使います。2種類今回用意していただきました。やばいよ。まずはギアですね。痛くね、今回用意しようと思ってますけども、その薄刃のチェーンで使うチェーンリングがこちらでございます。やばいよ。超かっこいいよ。いくよ。ドゥルルルドゥン。やってまいりました。出ました。このチェーンリングどうですか？フルカーボンチェーンリングでございます。近づくとね、こんな感じになってます。美しいでしょう。すごく軽くてめちゃくちゃ強いんです。ここがですね、薄刃のチェーンなんですけども、ウルフトゥースとか、シマノ GRX と同じように、刃が一個一個違う形になってます。グラベルとかそういった激しいシチュエーションでも、チェーン落ちしないように、噛むような、そんなチェーンのね、刃になっています。見えるかな？こんな感じだよ。これとこれが合体するとどうなるでしょうね。チェーンリングが合体するとどんなミラクルが起こるのか。こんな感じになるわけなんですよ。やばくない？黒森バイクにつけるわけですからね、私これをね。こんな感じになります。なかなか日本全国探してもこんな風にしてるような変態さんはいないんじゃないでしょうか。これで 40T ですね。40T になります。ピストとしてね、ちょっとこう楽しく走りたいなみたいな。バイクとの一体感を楽しみたいなってなっちゃう時もあると思うんですよ。また逆に、ちょっとピスト飽きてきたな、ちょっとギアで遊びたいなってなった時に、これでね、エイヤーで取り付ければ、付け替えれば、すぐに切り替えることができると。厚刃チェーンをつけるピストバージョンの時のチェーンリング、ちょっと違う柄にしてみました。そうなんです。チェーンリングの柄をね、いろんな柄を用意されていて、ちょっとチャレンジ的な感じで、こちらも用意してみました。こっちの方がインパクトやばいです。せーの。じゃんやばいでしょ？見てください。こちらが厚刃用のチェーンリングでございます。ギラギラでしょ？やばいでしょ？いかがでしょうか？比較するとですね、こんな感じで2枚用意していただきました。もうこっちの主張やばすぎでしょ？このね、シンプルなの僕大好きなんですけども、同じはつまんないかなと思って、あえて肉抜きなしの、ちょっとエアロな感じの、ゴリゴリのいかつい、主張激しすぎるよね、これね。一応ね、ズームして見てみましょう。ぐっと、こんな具合になっております。大理石のような美しい柄になってると思います。美しいんです。これ本当にかっこいいのよ。先ほどと比較するとわかると思います。これが厚刃の刃ですね。結構ね、しっかりとした厚みのあるですね、刃になっているんです。こういう感じですね。対して薄刃のチェーンだとこんなに形が違いますね。これはね、グラベル系の用途にはなるんですが、比較するとよーくわかると思います。
ね。別に薄刃でも固定で使うことも別にできなくはないとは思うんですけども、やっぱりしっかりとその辺をやりたいなと思ってですね、今回2枚用意しました。このホワイトのクランクをこれつけたらどうなるかやってみましょう。裏を見ればわかるけどさ、見てほら、カーボン柄、もうゴリゴリのカーボンなんですよね。いかついです。でこれスペーサーですね。はい。よっしゃ、じゃあちょっとつけてみようか。せーの、ドンひでーって感じだよね。やばいでしょ。これはいかついでしょ。こちらはですね 44T にしてみました。はい。ちょっとね、コグと調整してうまいことやるんですが、はい、44T でこんな感じです。かなり主張激しくなると思いますね。見たことがない人もいると思います。このクランク、この組み合わせでバイクをね作っていきたいと思います。もうとても楽しみです。正直めちゃくちゃ楽しみです。おまけ編ではないんですけども、ケンナさんよかったらコグも使ってよってお声掛けいただきまして、いや本当にありがとうございます。この場でね、せっかくなんでコグもご紹介しようかなと思います。コグってロードバイクしか乗ったことない人からするとなんかあんまりピンとこない人がほとんどだと思いますけども、分かりやすく言うとスプロケです。ロードバイクに使うスプロケットあるじゃないですか。10枚とか11枚、12枚。あれの1枚バージョン。ピストとか、トラックレース、競輪で使われているものがコグと言います。ケンタさんよかったら使ってよと送っていただきました。何やらめちゃくちゃ高級な箱でございます。ノバコローナというね、ロゴがゴージャスな感じで入ってますけども、こちらですね、なんとチタンでございます。チタニウムのコグ、やばいよ。すごいよ。これは 18T ですね。見てこれ。もう芸術作品だよ、これもう。これで飯が食えるよね、もうね、見てるだけで。もうね、動画じゃ伝わらないのよ、この、なんていうんだ、この塗装。マジョーラっぽいんだよね。わかるかな？ちょっとマジョーラっぽいのよ、これが。いかついのよ、すごいのよ。ほら、すごいでしょ、これ。やばいでしょ。これ 18T のものに関しては、どっちかというとグラベル系ですね。トラックのクロスとかちょっとやってみたいなと思うし、グラベルとかだと、あまり重いギアは踏めないので、シングルでグラベル行きたいなって時に、このギアを使わせてもらおうかなと。ちなみにケンタさんこれもよかったら動画で使ってよと言って送っていただいたのがこのスーパーゴージャス。非常に美しいです。かなり綺麗です。もう本当に芸術ですね。芸術作品。展示会でこうやって鎮座させておきたいよね。ふわっふわのさ、ふわっふわの赤いクッションにこいつを乗せてこうやって飾っておきたい。こうやって鎮座させておきたい。僕の脚力で必要かって言ったら正直全く必要ではないんですけども、やはりロマンが追求するべきポイントかなと思ってですね、特に顔ですね。自転車の顔となるパーツに関してはちょっと今回ねこだわらせていただきました。誰もがやっぱ見るポイントじゃないですか。自転車皆さん見るときって友達のでも何でもいいですけども、何つけてんのってパッとクランク見るじゃないですか、必ず。で、楕円にしてんだとか、ドゥラだけどチェーンリングはウルフトゥースなんだとか、内側だけ赤いんだとか、いろいろやっぱりチェーンリングクランクだけで自転車乗り好きな人ってかなりおしゃべりができるじゃないですか。話題がファッと広がるじゃないですか。これつけたらどうですか？話題が全部総なめでしょ。こんなんつけてたら何それってなるでしょ。この組み合わせできたらお前なんやねんそれってなるじゃないですか。こんなんできたらその時に、ホワイトってこうでああでこうでこういうので、このねノバコローナっていうところがあって、そこで作ってるチェーンリングなんですよ。で、端数とか柄とか、これやろうと思うと肉抜きもできるんですよ。全然肉抜きしてもらってとか、どこのマイナーメーカーとかって思うじゃないですか。全然そうじゃないんだよみたいな。トラックでもう有名な選手、世界の強豪みんなこれ使ってんのよみたいなっていう話がねできるのよ。クランクとチェーンリングだけで30分ぐらいねずーっとトークできんの。みたいな。でもピストだけでしょ。いや待ってくださいよ。ほらあなたシクロクロスやるのみたいな。ロードバイクやるの？じゃあフロントシングルで運用するならどうですかグラベルにみたいな話ができるわけですよ。こういう話の広がりっていうのをですね、僕すごくやっぱ好きだし、皆さんも好きだと思います。この状態できてリアは E タップみたいな、なんだこいつはみたいな、こいつは何なんだっていう
話をしたい。友人とか友達とか、またイベントなんかで出会った視聴者の人とか、サイクリストそうですけど、当然海外とか今後もうちょっと円安が収まったらガシガシ行きたいなと思ってるので、その時にね、絶対飛びつくじゃん。コアなアメリカ人の人とかさ、ヨーロッパの人とかさ、何ですかそれみたいな、なるじゃないですか。そういう時にちょっといろいろ話したい。ホワイト使ってんだ。いいね。何これみたいな。っていう話をね、私はね、したいなと思っていてですね。やっぱ少しお値段はそこそこするんですけど、やっぱりこの顔っていうのは、やっぱこだわるべきポイントだなと思いますし、今回はドリームバイクっていうんで、この部分はケチんない方がいいなと思って僕なりにちょっとね、こだわって作りました。こんな感じで、ちょっとですね、少しずつこだわりのパーツっていうのをですね、ご紹介させていただいて、シリーズ化していこうと思ってます。で、最終的に出来上がった状態をですね、視聴者の皆さんにお見せできたりとか、実際にね、一緒に何かライドする機会があれば、皆さんと一緒にライドできればなと思っております。ということで、今回は足回り、チェーンリング&クランク編でございました。ご視聴いただきありがとうございました。もしもね、これは期待大ですって思っていただけた方は、グッドボタン、チャンネル登録等々よろしくお願いします。はい。またね、次回の動画をお楽しみに。それでは。